Hey, what's up? キャプテン虎次郎です。今回はマンダウェル武器の特徴、これ1本取ればしばらく遊べますというテーマでお送りします。先日パッチ 6.25 で実装された武器強化クエストのマンダウェルウェポン、これが高精度な上に誰でも簡単に手に入る超優秀有料武器だったんで、今回はその取得方法と強さについて解説します。今回お話しするテーマはこちら。お使いでゲットできる、交換に天文戦500必須、武器作成は全ジョブできる、実質アイテムレベル615よりも強い、今後は1本に絞っていく、この5つのテーマでお送りします。1つ目、お使いでゲットできるっていうことですけど、開始クエストはラズハンのエーテライトのすぐ近くにいる男に話しかけると始まります。でクエストが始まれば戦闘などの要素はなく、基本お使いを済ませるだけです。で途中のムービーが長かったりしますが、話見てるだけでも進行していくと。ただし前提として事件やクエストをグレン最後まで進行している必要があり、まだ事件や進めてないよという方は進行不可なので、まずは事件やを進めましょう。自分がどこまで進んだかはジャーナルで過去のコンプリートリストから見れるんで、そこで確認してみてください。ちなみに先日フレンドは装填のところで止まっていて、武器強化クエストが進められない状況でしたが、ストーリーは後から見るということでムービーを全スキップして進行したら、1時間ほどで追いついていたんで、すぐにでも武器作りたい方はお試しください。2つ目、交換に天文1500必須っていうことで、クエストを最後の方まで進めると武器を製作するために特殊なアイテムを3つ持ってこいと言われます。これはラズハンに出現するキャラクターから1個をアラガントームストーン天文500で交換できるんで、それを3個いるんで、合計1500で武器と交換可能になります。で天文であれば修正源はないので簡単に集めることができます。とはいえ天文1500集めるのも結構大変ですが、様々なコンテンツも遊ぶメリットができます。天文を集めるには最新の水道を周回、日々のデイリーコンテンツ、宝の地図 G14 などがあります。で直近であれば最新のね、シハディハ水道でしたっけ、あれを周回していると、気づいたら結構溜まってたりするんで、それで武器交換していくのもスムーズかもしれません。3つ目、武器作成は全ジョブできるっていうことで、1つのジョブで1本制作したらはい終わりというわけではなく、武器1本につき天文1500使うものの集めさえすれば全ジョブ作れます。でメインジョブ作ったから次に別のジョブの武器を作るっていう風にどんどん交換していけるし、ギルもかからないんで実質無料で武器を作れます。しかも天文集めの際に様々なコンテンツを遊ぶことで、金策になることもあるんで、まさに一石二鳥であると。4つ目、実質アイテムレベル615よりも強いっていうことで、武器の性能はどうなのということですが、まず武器のアイテムレベルは615あります。これは最新の極コンテンツで手に入る武器と同じアイテムレベルになります。で現行の武器の強さの順番は、新式武器610、新極武器615、因果武器620、因果強化武器と霊式武器が630となっており、トークンの強化武器と霊式武器が最も高い性能であると。で現行で新式武器を持っていれば、大体のコンテンツで通用する高性能で、さらにワンランク上には新極武器があります。とりあえず新極武器があれば現行の霊式に挑めると思えばいいっていうぐらいの性能なんで、霊式以外でも考えると十分な高性能武器になると。でここにマンダウェル武器も615なので、新極武器と並ぶかと思いきやサブステータスに注目します。実はマンダウェル武器の方がサブステータスの値が大きく、ジョブによって項目のね、上下はありますが、少なくとも新極武器よりも優秀なものが多いです。つまり実質は615の新極武器よりも強く、トークン因果装備までのつなぎとして使えるというわけです。で因果は現状修正源があるので、たくさんの武器に回すのも難しいし、防具にも使うんで、メインジョブ以外の救済としてこのマンダウェル武器はめちゃくちゃ嬉しいと。で何よりも簡単に無料で作れてしまえるんで、新極で武器狙ってたけど高難易度だから挑むのも気が引けてたっていう人も、お金がなくて新式が買えないっていう人も一気にこれで強くなれるわけです。で現行のコンテンツを遊ぶにはこれ1本あれば十分通用します。5つ目、今後は1本に絞っていくっていうことで、
現段階では全ジョブ簡単に作ることが可能ですが、今後のアップデートで武器を強化するクエストが追加されていきます。で今回はどうなるかは分かりませんが、前例を見ていると1本の強化に莫大な時間をかけて制作するという流れがあります。でボズヤの時だと最初の1本だけ莫大な労力をかけて作って、残りの武器はそれなりの労力で作れるようになっていました。でそれなりといっても、それなりに時間が使うんで、たくさん揃えようとするとやっぱり時間はかかります。で最終的にどうなるのかっていうと、今までの前例を元にするとあくまで考察になりますが、おそらく次の例式が実装されるのは行月のフィナーレのタイトル間では最後のアップデートになるので、その時に実装される霊式武器がその時期では最強になりますが、そこから新コンテンツなど目新しいコンテンツがない時期、それが凪節の時期になった時くらいにマンダウェル武器の最終強化クエストが実装されるはずなので、その最終武器がその時期の霊式の最終武器よりも強くなって実質行月最強の武器に仕上がると予測されます。そのためには霊式といった高難易度コンテンツに挑む必要はないものの、霊式を攻略する以上に時間がかかる可能性のあるコンテンツの周回があるかもしれないんで、覚悟は必要であると。なのでまずは最終強化したい武器を今後1本に絞っていく構想だけでもね、しておくとスムーズに進めやすいでしょう。はい、ということで今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。とっとととらとらじろう、とっとととらとらじろう、こんな感じに生きてゆくとらじろう。